今回は音楽理論講座第1回目になります。この音楽理論講座では音楽をより深く理解し、演奏や作曲、また音楽を愛するリスナーとしても見識をワンランクアップしてしまう、そんな知識をご紹介していきます。さて皆さんは音楽理論と聞いてどう感じますでしょうか？難しそう。クラシック音楽の話かな？音楽理論は音楽をより楽しむためのツールの一つです。音楽理論を学ぶことは一見難しそうに思えるかもしれませんが、基本から押さえていくので安心してください。さて、この動画にたどり着いた方は、すでにギターや音楽理論に興味がある方かと思います。そんな皆さんは、すでにこの3つをご存知かと思います。五線譜、コード、タブ譜。この3つは、どれも音を目で読むためのガイドです。言語で言う文字の役割をしています。五線譜は音楽の授業でも見たことがあるかと思います。横線が5本で1セット。この線の上と間、これを一つずつ進むことで音程を表しています。コードはアルファベットで和音を示しています。例えばここでは C。また、タブ譜は上の線から1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦と表していて、数字はフレットを表しています。例えばここですと、5弦の3フレット。次に4弦の開放弦。次に4弦の2フレットというような形です。これを実際に弾いていくとこうですね。はい。五線譜とタブ譜の読み方が分かりましたでしょうか？それでは次に、五線譜とタブ譜に共通する要素を押さえていきましょう。小節線。縦の線で区切られた部分が小節という単位で、その小節を区切るものが小節線と言います。たまに二重線になっていることがありますが、そういう時は大きな曲の区切りですとか、キーの変わり目だったり、演奏者に対する合図なんだとざっくり覚えていただければ大丈夫です。また、小節線の場所にリピート記号が書いてあることがあります。リピート記号は、リピート記号同士で囲ったところを繰り返す。もしストッパーがない場合は最初に戻って繰り返します。また、カッコで示してある、続きがカッコで示してある場合は、リピートの回数順に進んで、また1だったら1カッコに入って、ループして2カッコに入ってというふうにやっていきます。カッコがなくなったら勇気を持って次の小節に進んでいきます。例えば、で、このマークも重要で、楽譜の中を前後で飛ぶように指示するマークです。ダルセーニョはこのマークに戻ります。コーダはこのマークに進みます。そういった重要な役割を持っています。小節線の役割が分かったので、次は拍です。1小節に対していくつまで音符を入れることができるか。この音符記号のすぐ右に大きく数字で表しています。書かれたものを4分の4。これは分数の下が音符の長さを示していて、分数の上が小節に入る数を表しています。例えば4だったら、1、2、3、4、1、2、3、4となっていて、ここに音符をどれだけ入れるか。そのため、下の数は必ず2もしくはその類称が入っていきます。2、4、8、16、32など。逆に上はその小節に対して何拍にしたいかによって変わっていきます。数学で言うとこういう式になります。はい。この拍はテンポの表記にリンクしていることが多いです。ただ、例外もありまして、例えば8分の6は2拍3連として表示されたりすることや、こちらで表記されることもあります。ここで音符の覚え方をおさらいしましょう。
これは全音符です。こちらは二分音符。次に四分音符になります。四分音符が4つ集まると全音符と同じです。四分音符を半分にすると今度八分音符になります。16分音符。続いてこれは、不点四分音符。点がついている音符は、その音符の半分の長さが追加されています。例えば、不点四分音符なんで四分音符と八分音符が追加されている。次に表紙ですが、ノリが違います。4分の3と8分の6ではノリが違います。たまにドラムと楽器奏者で倍で拍を取っていたりとかすることがあるかと思うんですが、意図してやってる場合もあると思うんですけれども、基本的にはそれだとノリが違います。で、具体的な例を挙げます。こちらが A パターンです。続いて B パターンになります。どうでしょうか？ノリが違いましたよね。なので、この拍に関しては、約分することもできるんですけれども、基本的には約分しません。あえてこの表記で書かれています。はい。続いて音名になります。音楽では、ドレミファソラシドといった音名を使って音の高さを表します。これらは C、D、E、F といった英語名でも許されることが多いです。一般的です。続いてインターバル。音と音の間には半音と全音と呼ばれる距離があります。例えばピアノの半音はこうです。全音だとこうです。ギターの指板上ではこうです。半音、全音。はい。続いてルートになります。音楽を話すときによく聞く言葉でルートというものがあります。これは調、それからコードの基準となる音をルートと呼びます。このルートが何の音なのか考えると、キーを見つける手がかりになります。また、ルートは和音の中で特に重たいイメージがあります。例えばこうです。いくつかコードを弾いてみましたが、どれもルートが一番重たい音だったのに気づいていただくことができたでしょうか？一番ルートの音は重たい音に感じるはずです。キー、調の仕組みですが、音楽を知る上でとても重要な要素としてキーというものがあります。演奏の際は、しばしばこのキーでということがあります。この調、キーというのは、一度のルートの音によって調合とリンクして定められています。これは1日1分上達の3回目でも触れている内容です。キーは音楽を構成する音の並びを決める重要なファクターです。フラットやシャープを使って音階の高さを決めることで曲の雰囲気や色合いに大きく影響します。例えば、メジャーキーは明るい印象を与えます。マイナーキーは逆に少し寂しい印象を与えます。この雰囲気はすべて調によって変わります。これがわかるようになると、アドリブやとっさの伴奏でも強力な武器になります。また、調合が同じキーというのは、以前紹介した5度鍵ですぐに確認することができます。例えば、同じ数のフラットで、B フラットの場合は G マイナーのキーが、この関係性については平行調と言います。例えば、G の時は E マイナーの平行調が使える。アルファベットが同じだけれども、シャープ、フラット数が違うっていうものに関しては、調合が全く違うので、全く違う雰囲気になるんですね。それを、同子調と呼びます。続いてスケールの仕組み。音楽理論の中では、先ほどお話ししたインターバル、ルートというものがあります。そして音楽理論の基礎として、メジャースケール、マイナースケールの仕組みを理解することがとても重要です。メジャースケールは、全音と半音が前前半、前前前半の関係で順番に並んでいます。例えば、C メジャーで言うと、前、前、半、前、前、前、半。これが C メジャースケールですね。
続いてマイナースケールはこのような3種になっています。で、このうち完全に調合が平行調の関係になるのはナチュラルマイナースケールだけです。また、もしすべてのメジャースケールとマイナースケールを知りたいという方は、以前の動画で1日1分で上達シリーズの3回目、また全長やる場合は4回目を参考にしてみてください。チェックしてみてください。音楽理論の基本を理解することで、音楽を聴く、演奏する、作る楽しさが倍増していきます。続いてはさらに音階と音程の仕組みを深掘りしていきますので、楽しみにしてください。今回の動画がいいと思いましたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。